こんにちは、ネイリストのうりです。今回は可愛いを詰め込んだリボンとモフモフのピンクネイルをしてみました。このデザインはですね、もうすぐ母親と妹と USJ に行くんですけど、その時にピンクのキティちゃんコーデをね、妹とおそろっちにするので、そのコーデに合わせて考えてみました。で、サプライズで妹と母親のネイルチップも作ってプレゼントすることにしました。妹のはね、今画面に映ってるやつでちょっとだけデザイン違えてあります。最後にはラッピング動画もあるんですけど、そちらもめっちゃ可愛くできたので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは本編始まります。せーの、スタート。はい、では自分の爪のサイズに合うチップを用意したら、まずは長さを切っていきます。で、今回は先細りのスクエアにしたいので、先端だけまっすぐ取っていっています。で、親指のチップは親指のチップ同士重ねて切ってあげると長さが揃えやすいのでおすすめです。で、この作業を10本分繰り返していきます。切り終わったら次にファイルで削って調節していきます。爪に対してスクエアの形が傾いてないか確認しながら削ってあげるといいと思います。この作業も親指は親指同士チップを重ねて削ってみたり、隣に並べて長さを確認したりして、右と左のチップをだいたい同じ長さに揃えていきます。終わったらスポンジファイルでバリを取っていきます。で、それも終わったら10本分チップスタンドに並べて作業を開始していきます。では今回のネイルはだいたい6デザインで構成されてますので、6種類分のデザインを順番に紹介していきます。ではまずこのハートのモケモケのデザインをやっていきます。キャンドゥのヌードピンクという色を振り裂くって攪拌した後にワンカラーを塗っていきます。今回はね、ピンクのニットを USJ で着るので、それに合わせてピンクを選びました。めっちゃこの色可愛いです。そしたら次にキャンドゥのマットコートを塗っていきます。別にマットなら何でもどのブランドさんでも大丈夫です。はい、マットを塗りましたら硬化しまして、その後はアイシングジェルを使っていきます。こちらの作業はセリアのアイシングジェルでやっても全然問題なくできました。でも画面上だとこちらのジェルの方が何のアートしてるか見やすかったので、こちらを使っております。で、書き終わったら30秒硬化していきます。で、終わったらこのいつかね、100均のどこかで買ったシルバーのミラーをこすりつけていきます。正直このミラーはちょっと粒が粗くてミラーっぽくなんないので、あんまりおすすめではないです。ちょっとプチプラでいいものを探してみます。で、終わったらダストブラシで払いまして、それでもね、ちょっと周りに飛び散ってる部分があるので、ペーパーにちょっとだけ除光液を垂らして、それで周りをできる限り拭いていきます。本当はね、このシルバーでラブって書いてあるシールとかいっぱい売ってると思うので、それを使いたかったんですけど、ちょっと家になかったし買う暇もなかったので、こんなめんどくさい手順を踏んでいるだけなので、皆様はぜひシールをお使いください。そしてですね、このラブの周りにハート型にパーツを置くために、今アイシングジェルをハート型に置いたところになります。そしたらシーンのパールをね、好きな大きさのやつ1個置いて、その次にストーンもね、ちょっと好きな大きさのやつ置きまして、そしたらその周りにちょっとブリオンっていうね、小さい銀色の球みたいなものを置いてハート型を作っていっております。で、この作業ね、実はチェーンでやったらとっても楽なので、皆様はチェーンでやってください。私は家にあるの忘れてて、ちょっとブリオンでやるっていう変態みたいな、ド M みたいなことになっちゃったんですけど、皆様はチェーンでやってください。では綺麗に並べて硬化しましたら、その上からキャンドゥのノンワイプトップを塗っていきます。こちらはね、全体に綺麗に塗るというよりかは、さっき置いたパーツの固定とミラーを剥げないようにする役割なので、そちらを重点的にやってあげてください。で、硬化したらまたもやキャンドゥのノンワイプトップを塗っていくんですけど、こちらね、ハート型に置いたパーツの上と中には絶対に塗らないように気を攻めて塗っていきます。で、こちらのチップ最後のトップコートになるので、エッジも塗ったら硬化せずにね、これいつか買った100均のホワホワのパウダーをこうやってちょっとだけ押し当てつつも、なんか押し当てすぎないみたいな感じで振りかけていきます。いろんな方向からまんべんなく端っこにも振りかけてあげてください。トップ塗った部分だけに振りかける感じで大丈夫です。終わったら硬化します。で、硬化したらね、この歯ブラシちゃんでこの余分なパウダーを削いでいきます。はい、ちゃんと未使用の歯ブラシになります。
でちゃんとねそぎ終わったらこれは完成になるので、次のデザインやっていきます。先ほどと同じねヌードピンクっていうカラーをワンカラーしていきます。一度塗りで大丈夫です。次はですねパレットを用意してホコリを拭いたら、このヌードピンクのカラーをちょっとだけ出していきます。出したら次に私がよく使ってる9点のシルバーのマグネットも出していきます。1対1ぐらいで大丈夫です。で混ぜ混ぜしていきます。で混ぜましたらいい感じの色になったので、ラメ用の筆を用意しまして、こちらでもワンカラー塗っていきます。よし、かわいい。はい、そしたらマグネットを用意しまして、こんな感じで横上、次は下って感じで真ん中にきらめきを集めていきます。硬化しない限りマグネットが動くので、納得いくきらめきになるまでやってみてください。で硬化したらもうめっちゃ可愛いです。このマグネット本当に華奢すぎてもう優勝って感じです。はい、そしたらねシーンのハートのパーツを置いていきます。ちょっと使いやすいように出したら、このピンクのハートのパーツを角に置いて、それよりもちょっとちっちゃい白いハートのパーツも置きまして、でなんか寂しいのでちょっとストーンとか置いてみたりとかして、でなんとなくちょっとパールも置きたくなったので、なんかいい感じの大きさのパールも置いていきます。そしたらなんかいい感じになりましたので、場所とかね最終調節をしたら硬化していきます。でこちらはさっき存在を忘れていたチェーンを出しまして、こんな感じでねちょっと長さ合わせて、ここで切るぞってとこを覚えたらそこでパチンと切るという作業を繰り返していきます。でこちらはさっき置いたハートのパーツは囲まないような長さに調節していきます。そうしましたらセリアのアイシングジェルを使ってパーツをね順番に置いていきます。でチェーンを置くポイントはですね、外側に置きすぎるとお爪がねとっても大きく見えちゃうので、ちょっと内側に置くっていうのがコツの一つと、あとね内側に置いた方がトップコートで埋めやすいので持ちも良くなるのでおすすめです。で硬化しましたらキャンドゥのノンワイプトップで仕上げていきます。こちらはねパーツの上とチェーンの外側とかもちゃんと塗って埋めてあげて、しっかり取れないようにしてあげてください。で完成したので次のデザインやっていきます。このセリアのホワイトをワンカラー塗っていきます。で硬化しましたらリボンのパーツをつけていきたいので、つけたい部分にねアイシングジェルを置いていきます。で置きましたらピンセットでつけたいリボンのパーツを取りまして、つけたい部分に置いていきます。これ実は自分で作ったリボンのパーツなんですけど、めちゃめちゃ可愛くできました。そしてねリボンの真ん中にパールを置きたいなと思ったので、自分のね好きな大きさのパールをアイシングジェルにつけて置いていきます。はい、可愛い。そしてその周りにもちょっとパール散らしたいなとか思ったので3個ぐらい散らして硬化していきます。で硬化したらキャンドゥのノンワイプトップで仕上げていくんですけど、このリボンのパーツのね強度を上げるために、このリボンの空洞部分ですとかちょっと飛び出てる下の部分とかにもたっぷりジェルを垂らして塗ってあげてください。はい、では次のデザインはセリアのホワイトをワンカラー塗って硬化した後にピンクのハートを置いてから硬化して、その後にキャンドゥのノンワイプトップをハート中心にトップコートかけたところになります。で硬化しましたらまたねキャンドゥのノンワイプトップをこのハートのパーツの周りだけに塗っていきます。ハートの際まで塗ってあげてください。でこちらもね最後のトップコートになりますので、エッジの部分も塗ってあげたら、硬化せずにこのね白のホワホワをつけていきます。トップコート塗った部分にですねまんべんなくいろんな角度からつけてあげて、たっぷりついたらこのまま硬化していきます。で硬化しましたら同じくね余分なものを歯ブラシで落としていきます。そしたら完成したので次のデザインいきます。こちらもですねセリアのホワイトをワンカラー塗りまして、次にネイルタウンさんのホワイトのアイシングジェルをちょっとパレットに取ります。そして先ほど使ったヌードピンクのカラーもちょっとだけ出していきます。でこの後ドット棒を使ってアートをするのでドット棒で混ぜちゃいます。でちょっとすいません、こちらのねハート描く前にマットコートかけてたんですけど、そちらの部分が取れてなかったのでマットコートかけてからハートを描いていってください。
こんな感じでですね、ドットを2つ打って細い筆に持ち替えてから下の部分をつくんでやるとできるのでやってみてください。で書けましたらこちら硬化せずにこのピンクのさっきのモフモフをつけていきます。さっきと同様優しく押し当てましてまんべんなくついたら硬化します。で硬化後は歯ブラシで余分な分落としてあげてください。そうしましたらこのデザインは完成になります。はい、では次のデザインいきます。そしたらねまたセリアのさっき使ったホワイトをワンカラー塗りまして塗ったら硬化していきます。はい、そしたらこのキャンドゥのマットコートを塗っていきます。こちらもね最後のトップコートになるのでエッジもちゃんと塗ってあげてください。はい、では次にねネイルタウンのホワイトアイシングジェルとシンで買ったこのドット棒を使いましてハートのニットネイル柄を描いていきたいと思います。でまずはですねこの真ん中に4つほどハートを描きたいなと思ったのでこんな感じで2つ並びのドットを等間隔に描いていきます。でそしたらハートとハートの間にねドットを描きたくなりましたのでこんな感じで左右とも描いていきます。そうしましたら細い筆に持ち替えまして一番最初に描いたね横並びのドットの真ん中の下の方をちょっと伸ばしましてハート型にしていきます。でこの後をするときはね仮効果はなしでやってください。そしてハートが描けましたら次はニット柄を描いていきます。このちょっと緩めの S みたいな感じのを描いていくんですけどこのドットとドットの間に膨らみがくる感じで描いてみてください。で線はねちょっと太めがいいかなと思ったので2度塗り目で太くしております。そしてこの柄はですね白のはっきり出るアイシングじゃないと模様が分かりづらかったのでネイルタウンさんのホワイトのアイシングを使っております。で今はですね硬化前に謎の粉をつけております。こちらはねシーンで買った粉になります。さっき描いた部分にもまんべんなくつけましたら余分な粉を払って硬化していきます。で硬化しましたら余分な粉を払うために歯ブラシでブラッシングしたらこんな感じになります。このねなんかついてる部分がモコモコに見えるっていう不思議な粉になります。そしてねつけたい部分にアイシングジェルを置いてリボンを置きまして好きな大きさのパールを置きましたらまたもや硬化します。そして硬化後はですねキャンドゥのノンワイプトップをリボンの上に置きましてちょっとチュルンとさせましたら強度のためにセリアのアイシングジェルを細い筆でいろんな部分に埋め込んでいきます。ここでね注意しなきゃいけないポイントがですね下のネイルチップがマットになってますので下のネイルチップには極力つかないように作業しなければいけないという大変さがあります。このリボンの空洞部分にジェルを入れてあげると強度が増しますのでたっぷり入れてあげてください。でリボンで隠れる部分は下のネイルチップにジェルがついちゃっても大丈夫ですのでそちらにもねジェルを塗ってリボンの強度を高めてあげてください。で塗れましたら硬化して完成になります。はい、そしたら完成しました。もうモフモフがたまらん可愛いです。で今回のデザインはですねもうすぐ母親と妹とユニバに行くんですけどその時に妹とおそろっちコーデでピンクのニットとキティちゃんの被り物を被る予定なのでそれに合わせてデザインしてみました。ちょっと買う暇がなかったのでリボンはね自分で作ったんですけど似たようなやつ売ってたので皆様も買って真似していただけると嬉しいです。そしてサプライズでこちら妹のも作りました。もう喜んでくれると嬉しいなという感じです。妹に合わせてねちょっとだけ短くしてちょっとだけシンプルにした感じになります。そして妹に作ったらねお母様にもプレゼントしたくなりましたのでこちらも作ってみました。この大理石っぽい感じがねとっても好きそうなデザインになってます私的に。ではねネイルチップができたので次はねラッピングに行きたいと思います。もうここまで頑張ったら究極に可愛い携帯にして渡したいという私の願望です。もうネイルチップが並べるだけで幸せ。はい、そしてこのメッセージカード2個ダイソーで買いました。もう色違いで超可愛いです。それぞれのメッセージカードにね今 R と L と書いて右左分かるようにしていきます。で書き終わりましたらね裏にメッセージを書こうかなと思いましてこういう時にね日頃の感謝を伝えようかなと思ってこれは妹のを書いていっております。素直な気持ちを書こうと思って書いたのはね難しいですね素直になるって。ちょっと妹のはね照れくさかったのでツンってしちゃったんですけどお母様のはねもうちょっと日頃の感謝を伝えたいと思っていつもありがとうとかけたけれども
ちょっとね照れ隠しをね付け加えてしまいました。とんかつ食べたいって書いちゃいました。ごめんなさい。やっぱりね素直な気持ちを伝えるのってね結構難しいですよね。しかもなんか関係性が近ければ近いほど結構恥ずかしい、めちゃめちゃ恥ずかしいっていう気持ちが上回っちゃいます、私は。でも伝えれるタイミングでね伝えていきたいなと思っております。なので今回はちょっとネイルチップで刺しておくれっていう感じ。はいできました。そんなことを言ってる間に、そしたらね両面テープを用意しまして、チップの長さに合わせて切っていきます。それをね R と L の横っちょに貼っていきます。なんかちょっと斜めにした方がおしゃれかなとか思ったのでちょっと斜めに貼ってみたのを4つ全部取っていきます。で全部取れましたらこちらにねネイルチップを貼り付けていきます。台紙の色ともうめちゃめちゃマッチして超可愛いです。もう早く渡したい。はい完成。こっちはで次は妹のやつですね。妹のやつも貼り付けていっても超可愛い。途中経過で可愛いです。はいもう完璧ですね。はい綺麗にできました。もう2つ並べるとめちゃめちゃ可愛い。もう早く渡したいです。そしてこちらの可愛い袋はねセリア探し回ってたらありました。この白をお母様にしようかなと思ってこちらでリボン縛りしていきます。できたら妹のもね入れていきます。もうピンクと合いすぎ可愛いです。はいではねもうそろそろ動画が終盤に近づいていますのでお礼を言わせてください。今日も見ていただいてありがとうございました。また次の動画までバイバーイ。